ハイタイ、長峰かなです。プチ沖縄トラベラーへメンソーレ。私はスタジオから沖縄大好きな外国人2人、バンソンとクリスタルの行方を見守りながら、うちなーんちの目線でコメントさせていただきます。早速見ていきましょう。お二人、ウニゲーサビラ。はいさーい、のどかですね。バンソンさん、うん。私のことどれぐらい知ってるかな？アメリカフロリダ出身で、名前はクリスタルで、金髪？まさかそれだけ？いや、まあ実は沖縄に来たのは雄大で農学を専攻してたんだけど、沖縄といえば世界で鳥獣が非常に有名じゃないですか。What is a blue zone? Other than being the zone that turns blue after you bump into a table late at night after drinking too much. Not like I'm speaking from experience or anything, but seriously, the term blue zone is used to talk about an area in the world home to a large number of people who live past 100 years old and who are healthy and still walking and talking, living a long time and are here for a good time. There are 5 blue zones in the world, and Okinawa is of course one of them. As for the blue zone diets, there is a misconception shown in a popular documentary that portrays those areas as vegetarians. Yeah, thanks so much for that, Net. But believe me, Okinawans are not vegetarian at all. So today, let's discover the real secrets of Okinawan longevity that you won't see anywhere else, especially not there. 沖縄には長生きするための秘訣がたくさん隠れてますので、今日それクイズ出しながら紹介したいと思います。長生き。はい。さあ第1問。長寿につながると言われている沖縄の食事は次のうちどれでしょうか？でもこれでもね、皆さん結構肉食べてるイメージなので A の高タンパク質かな。どうかな、合ってるかな。D ですよ。野菜中心の食事。なるほど。確かに今の沖縄の人は肉たくさん食べてるんですけど、昔そうではなかったんですよ。もうバンソンさんダメですね。もう今日はビシバシと教えますね。じゃあ お願いします。いろいろと勉強になります。ということは今日クリスタルさんがリードですよね。楽しみ。はい。というわけで早速行きましょう。せーの。レッツゴーやー。はい、皆さん久しぶりです。元気に復帰しました。これからもどうぞよろしくお願いします。ということで今日もスタートしましたが、皆さん気づきましたか？見てください、スタジオ。いつもと雰囲気違うと思いませんか？おなじみのシーサーの置物はもちろんこちらあるんですが、ガラッと雰囲気が変わりまして、見てください。なんかとってもおしゃれじゃないですか。スタジオがプチリニューアルしました。この新鮮な場所から今日はお届けしたいと思いますよ。そして今日はクリスタルが仕切りなんですね。なんか新鮮ですよね。健康についてもたくさん一緒に学んでいきましょう。それではどうぞ。じゃあ最初行くのはどこでしょうか？最初に行くところは素敵なところだけど、その前にクイズ。第2問。早速。はい、じゃじゃーん。次のうち最も健康的な炭水化物はどれでしょうか？難しい。健康的な炭水化物？もう沖縄といえば紅芋だから、じゃあ D の紅芋。これはわかるかな。クリスタルがいつも言ってるから D 紅芋。正解。やった。よく聞いてくれてますね。そして最初行くのはところは見えてきたかな。もしかしたらここかな。そうですね。最初に行くところはモリンガファームです。じゃあ行きましょう。モリンガファームさんですね。名前だけでもすごい健康そう。
はい、こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。はい、こんにちは。お邪魔いたします。いらっしゃいませ。いやー、果物、野菜、もろもろその他、いろいろ素敵な商品が並んでるんですけれども、ありがとうございます。こちらはどういったコンセプトのファームなんですか？こちらはですね、自然栽培や無農薬のお野菜を販売するところになります。自社で生産したものと加えてですね、自社が生産農家さんに指導して、その農家さんから仕入れてますね。いろいろもう緑っていう感じなんですけど、モロヘイヤって何ですか？お二人ともなんか当たり前のように見てますけど、モロヘイヤ初めて聞きました。モロヘイヤはですね、昔から食べられてるお野菜で、クレオパトラが愛用したと言われてるほど大昔から食べられてる夏に美味しい野菜です。じゃあもうエジプトに遡るという。そうですね。まあ沖縄で有名なフーチバー、よもぎですね。はい。さっきからちょっと気になってるのは、このシールに銀とか金とかって書いてあるんですけれども、それはどういった意味をなしてるんですか？私どもの農場ではですね、こういった金銀銅っていう区別をしています。ここに書いてある。はい。で、銅は減農薬っていう風になります。一般的な低農薬の分類で農薬を7割減削減したお野菜になります。なるほどですね。で、銀の方が農薬や化学肥料を使用しない。全くしていない。じゃあもう金は何になってるんだろうね。金はさらに上でですね、自然栽培という風になってまして、動物性肥料とか化学肥料農薬を使用しないお野菜になります。じゃあもうほとんど人の手を加えず、ほぼ自然発生する状況で、自然の力を借りたお野菜になります。すごい。このピーマン金だよ。これ金のピーマンですよ。ちょっと私も沖縄のクレオパトラになっちゃおうかななんて思ったりして、でも今本当に健康に気を使ってる方って多いので、ああいう風にシールで印がついてるとすごく分かりやすいなって思いました。あれいいですね。こっちにもなんかまた野菜ではなく加工品、加工品、はい。お野菜のロスとかが出る際に、そういったロスで作った加工品になります。ジャムだったりとか。そうですね。で、ここの手前のこのスペースが非常に気になるんですけれども、こちらはですね、モリンガのコーナーになります。モリンガファームの名前の由来になってまして、このモリンガとても栄養素の高い木のお茶となります。奇跡の木モリンガって書いてあるんですけど、スーパーフード。アフリカではですね、食料が少ない地域とかで、栄養素を補うために食べられていて、この90種類の栄養素が入っていますので、その栄養不足を補うことができたということで奇跡の木と呼ばれています。なるほどですね。さあ、クイズタイム第3問。いいですか？はい、お願いします。モリンガのどの部分が栄養と薬効があるとされてるんでしょうか？お茶にして飲むっていうイメージがあるので、花びらを煎じて飲むから、じゃあお花どうでしょう？やっぱりでも植物で一番綺麗で目立つのは花だから B。このわかりますかね？はい、正解は C の種です。種ですか。残念。はい、じゃあ次の質問。リベンジしたいね。第4問いいですか？モリンガはドラムスティックツリーとよく呼ばれてるんですけど、なぜでしょうか？じゃあ D のモリンガの木の枝がスティックに使われているから。 A の似てるから。すごい、正解。嬉しい。また勉強になりました。かなさんは正解したかな？いや、このクイズ難しすぎすごい。モリンガってダンソンさんも言ってましたが、スーパーフードって美容に嬉しい効果があるっていう風に世界でも注目されてて、海外セレブとかもね飲んでるんですよね。だから気になってたので、私もこれなんか欲しいなって思いました。ちなみにどんな味ですかね？よかったら飲まれますか？飲みます。どうぞ。飲みます。これめっちゃ好
スーパーフードを体に入れてスーパーバンソンになるかもしれない。それじゃない。どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。こありがとうございます。ちら今お茶っ葉を、水出しにしたものを飲んでいただいてます。すごい。あこれモリンガだけですか入ってるの？そうです。モリンガだけになります。ーすごいなんか美味しい美味しいお茶の味がありながらも少し酸味、なんか柑橘ちょっと入ってるかなって最初思って、本当にほんのりでも入ってないですよね。癖がないので飲みやすいと思います。でそこで少し野菜感がもう入ってて、なんかすごいいいバランスな飲みありがとう物。ございます。苦くはない、苦くはなくて、こういうね暑い日には結構いいですね。モリンガもいいんですけども、私どもはこだわったスムージーも出してますので、種類は多いですけど、このモリンガを使ったスムージーもありますので、ぜひおすすいろめです。いろじゃあ野菜果物いろんなものが入ってる。そうですね。じゃあじっくり選んで飲んでみましょうね。スムージー来ました。もうね見た目からすごく濃厚に。僕はねホリーラブ聖なる愛っていう。こちらはですね、夏限定のマンゴー、パッションフルーツがメインの。お、いいですね。クリスタル何にしたの？私はスリナムチェリーにしたんですけど、ピタンガ、バナナ、マンゴー、レモンが入ってるんだけど、ピタンガは何かわからないからちょっと挑戦したかった。クリスタルでもわからないのがあるんですね、植物は。ピタンガは、アセロラに似た赤い実でして、ちょっと酸味があるブラジルの、果物になります。はあ、じゃあビタミンとかも。ビタミンがとても豊富な果物ですね。じゃあいただきましょう。どうぞ。はい、いただきます。酸味ありますね。おお、優しい味。美味しい。すっごいフレッシュ。他の季節に合わせてこうやって期間限定のスムージーも出されたりするんですか？そうですね。また冬になると沖縄タンカンというみかんが出ますので、はい、それを使ったスムージーも出ます。いいですね。この季節によって違うものを季節限定で味わえて、めっちゃいいです。ありがとうございます。もう知らない野菜も発見できてすごい勉強になったし、もう少し来た時よりは健康を意識できるようになれたと思うんですけれども、今後の目標とか何かありますか？そうですね。もうちょっと、規模を拡大して、無農薬や自然栽培の農家さんを増やしたいです。若手の農家さんの指導も行っていますので、これから、一緒になって、農業を盛り上げたいですね。ちゃんと沖縄の貴重な食生活とこういう野菜作りがこれからもね継続できるために素晴らしい頑張りたいですね。いやありがとうございます。いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。いやー美味しそうでしたね。スムージービタミンカラーがすごく美味しそうで、沖縄のまた旬の野菜や果物を使っているっていうのがいいですよね。なんか健康とか美容にいいって言われたらすぐにねちょっと行きたくなっちゃう、飲んでみたくなっちゃうので、いいなと思いました。すごい広い、いろんなものがありますね。こちらは調整薬草っていうところでいろんな健康食品を売ってますよ。はい、もうたくさん見たことがないような商品もあるんですけど。早速クイズタイム。はい、次の問題来た。はい、次のうち長寿の植物とされるのはどれでしょうか？でも沖縄のって入ってるのがクリスタルのヒントだと思うので、じゃあ B のゲット。いろいろ考えたけど、まず聞いたことない名前も出てたし、でもやっぱり沖縄ってすごく有名でお茶にもしたりするものが入っててよく聞くから、やっぱり月桃かな？嘘。ごめんなさい。違うの？正解は A です。桜。
サクナ、サクナは、沖縄の方言なんですけど、他の名前があって長命草ですよ。で長命草って長い命の草じゃないですか。だから長寿の植物とされてます。はあ、長生きの秘訣、長寿の秘訣の一つがその長命草ですね。ちなみにクリステルはこの長命草を研究してたって聞いたことある気がするよ。そうです。今日ね、ここに来てなんか案内していただけるということなんですけれども、あ、こんにちは、よろしくお願いします。この方は下地会長で、こちらの長生薬草の会長ですね。で、私は留大生の時からもずっと付き合ってて、いろんな植物を教えてもらったんですね。もう10年前ぐらい10年前じゃないんですけど、私そんな年取ってないんですよ。なんか二人の世界になっちゃって、いやいやいや、僕なんか間に挟まれてますけど。ここは50年ありますね。来年で50周年記念ということで、何がきっかけで薬草とかを？食べ物は結局薬草は命を作るものわかりますか？ということで、もうその一言ですね。わからないけど名言だと強く感じました。多分もっとよく知られてる言葉は、ぬち薬命薬ですね。ね。ぬち薬、そうこれそうそう命の薬っていう意味でしたよね。命の薬ね。なんか感じのいいこととか気持ちのいいこととか、ああ生きててよかったとかって思うときに使う言葉ですよね。そうですよ。ぜひね、回ってみたいですね。はい、どうぞ。お願いします。おお、すごい。緑がどこまでも広がっている。なんかいい匂いしてますね。いい匂いする。本当に自然の匂いですね。こちらはどういったエリアですか？こちらが長生薬草本社の薬草園になってますので、ここには1000種類ぐらいの薬草を植えてるので、初めて見る薬草とかもたくさんあると思います。これも見たことある。何ですか？これはローズマリーですね。ローズマリーですね。はいよく料理に使ってます。ああ、じゃあ見たことある。ローズマリー。あれ知ってる？ちょっと共通してる。これはアロエでしょ？分かってます。日立アロエです。アロエね、昔買ってました。育ててました。東京から引っ越した時にね、アロエちゃんをもう連れてきて、飛行機の乗客席でアロエを抱えながら飛行機に乗りましたっていう、本当です。変な人だと思われて CA ますね。さんが綺麗なアロエですねってずっと褒めてくれてました。ちゃんと大事にして育ててました。はい。これは四つ葉のクローバー？いや、四つ葉のクローバーじゃないです。大きめの四つ葉のクローバー？パンソンさん、見たことないよ。これはクリスタルの専門なんですけど、あ、でも初めて見ました。長命草。そう、これはなるほど。そうです。これは幻の植物なんですね。そう、まあクローバーに似てるんですけど、大きめのね、少し。そうちょっと違いますね。あ、でも香りが、ああ、いい香りがしますね。面白い香りはしますね。よかったら食べてみますか？あ、このままでも食べれるんですか？どうぞ。いただきます。うん、これめっちゃ好き。あ、本当？うん、おかわり。ぜひサラダにかおかわけてくだり。さい。サラダにかけたら、これ普通に変えたりしてるんですか？長命草って私ドリンクは飲んだことがあるんですけど、生で葉っぱを試食するっていうのはないですね。なんか苦味があるかなっていうイメージだったんですけど、バンソンさん意外にいけるって言ってましたね。なんかおかわりって言ってたのが面白かった。私も食べてみたいなって思いました。こちら沖縄黄金っていう。はい、これは特別なウコンで、沖縄黄金ウコンって言うんですけど、はいこちらの下地会長が開発して天皇杯を受賞した特別なウコンになっています。天皇杯を受賞した。でこのウコンのここのエリアなんですけど、ここはもっと特別なウコンになっていて、さらにもっとこれよりこの天皇様そうの。なんです。はい、ここのエリアの、ウコンは宇宙に行ったウコンになっています。宇宙に行ったウコンっはい、てどういうこと？送り込んだんですか？はい、スペースシャトルに入れて飛ばしました。すごい。あーなんかでもすすごいごいアイデア面白いアイデアですね。ねいろいろほら宇宙いろいろね、金とかなかったりするから、うんそれでなんか変わるとかって、うんある意味実験で野菜とかハーブを一回宇宙に送っても
戻らしたらどうなるかとかっていう。どうなるんですかね。いや、ウコンを宇宙に送ったってびっくりしましたね。すごい、こういう実験もねされてるんですね。じゃあなんかゴーヤを宇宙に送ったらどうなるんだろうとか、なんかねちょっと面白いですね。こんな実験があるなんて知らなかった。なんか作業されている方がいてですね。こちらは何をされてるんですか？こちらはお茶を作っている工場になっています。はい。今作業でなんかはいこうテーブルの上で。そうですね。選別とかをしたり、お茶をいろいろチェックして細かい作業なんですけど、そういったことをする場所になっています。なるほど。今登川さんが持ってるこのこちらが福寿来茶っていう、はい、38種類のハーブが入ってるお茶ですね。すごい、それも全部こういう薬草だったりとか、はい体にいいものなんですね。そうです。で実はこのお茶がすごく良くて私もよく飲んでます。でそれも大好きなので自分のブランドを作ってで調整アクサさんとコラボして自分の商品も開発してます。これから販売されるんですか？これですじゃあぜひ飲みます。さすがクリスタル社長さん。そう飲んでみてください。そうですね。はい、どうでしたこの、うちのハーブ園は。ハーブ園も工場もショップもなんか本当にいろんな商品があっていろんなアイディアがあってもうクリスタルさんはね何回か来てるかと思うんですけれども初めてだったのでいろんなものに圧倒されてここまでこういう沖縄の健康食品を開発したり世に出したりするためにここまで頑張ってる会長みたいに頑張ってる人がいると僕ももっとこういう健康とか自分の健康でも意識しなきゃいけないなって思ういいきっかけになりましたね。ありがとうございます。ただ一つだけちょっと気になったのは、ウコンをどうして宇宙に送り込んだんですか？そうですね。宇宙に送り込んだのは宇宙にウコンを打ち上げっていうのは NASA の方ね。でこのいわば空間で地球のものとどう違うか、地球に作用しているものとどう違うか、その違いを見るためにスペースシャトルのディスカバリー号それに乗せたんですよね。それが宇宙から帰ってきたものは他のウコンとどういう違いがありました？やっぱりレトラグルクミンこれが多く含まれているとかね。いやでも今日本当にいろいろ見させていただいて素素晴らしかったです。ありがとうございます。はい。いや沖縄の健康寿命また健康食品、いろいろとね奥深くてすごく話聞けば聞くほどいろんなものを見れば見るほど知らないものばっかりなのでどんどん入ってこんな時間になりました。ちょっと暗くなってきたぐらい本当に奥深いものでした。ただ一つ言えば今日ね見たものは全て自然と深くつながってるものなので本当に沖縄の自然にはどこにも行ってないのに沖縄の自然を本当に深く感じました。よかったです。今日はいろいろ教えるつもりでしたからもうバンソさんのためにやっと勉強できたと思いますので、嬉しいです、でも実は最後にクイズ出したいですよ。ラスト問題？そうラスト問題です。はい、頑張ります。これ絶対正解しようと思います。はい、ちょっと話はちょっと変わりますけど黒糖はなぜ他の砂糖よりいいんでしょうか？でも黒糖も有名ですからね。今日はちょっと触れなかったんですけど、ここでちょっと話できてどっちだろう。A B C D これはもうサービス問題というかなんだこの問題これ D 全部含まれてるからどうでしょう。もうここはねエンディングということなんで、もう全力を入れるつもりで、D の上の全部。そうだ正解です。全部合ってます。じゃあこれで半分以上正解したかな。かなさんはどうだったかな。でも黒糖は本当にそれだけ素晴らしいものでやはりね沖縄の中でも有名なものなんですね。そう黒糖は
で特別なもので海外であまり売れてないんですね。はい。で私それ発見して自分のブランドを作ろうと思ったんですよ。お実はそれがこれです。お、じゃあアメリカ向けにそう沖縄のもう貴重な材料を使ってクリスタルが商品開発したんですね。はい。これはじゃあ海外でしか買えないんですか？那覇空港と沖縄のホテルで買えます。お、じゃあ空港といろんなホテルにもいろんなホテルで置いてあるってことなので、そう今日は僕がこれをもらって皆さんとお別れしたいと思います。それでは See you sugar。 さあ今日はもう沖縄の薬草についてもたっぷり学べましたね。こんなに身近に沖縄に薬草、健康になる植物があるならもう皆さん取らなきゃですよね。実はそれが今世界から注目されていて、長寿が多くいる地域、ブルーゾーンと呼ばれる5つの地域に沖縄が入っているんですよ。世界からも沖縄の長寿につながる食文化が注目されているっていうことなんです。いや、これを聞くと私も普段全くあまり意識してなかったんですけども、チャーガン中になるために健康なものを取ろうとか、沖縄の薬草をたくさん取りたいなって思いました。次回のプチ沖縄プラスは長寿についてインタビュー形式でお届けします。昔の沖縄の食文化や今の食について思うこと、たっぷり語っていただきました。どうぞご覧ください。バンソンさん、クリスタル、今日もありがとうございました。今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちゅの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよたしくうにげーさびら。うんじくみそうりよ。